皆さん、ブセファランドラうまく育てられてますか？僕はメルカリで買ったブセを水槽に入れては溶かし、黒ひげゴケまみれにして大した成長もさせずに維持してきました。全く綺麗ではない失敗作です。メルカリでは芋のみ残ったものなど、いわゆる芋バラブセを買っていました。結局状態の良くないブセをそのまま水中に入れてもうまく育たない。その結論に至った僕は、水中がダメなら水上で管理しよう、そう思い立ち上げたのが湿度 100% で管理する完全密封循環式パルダリウム水槽です。ブセを枯らさないで育てられる水槽を作ったという動画を半年前にアップロードしました。こちらもたくさんの方が再生してくれまして大変ありがとうございます。今はどうなったのというコメントをたくさんいただきまして、ほんじゃあその後の様子を一丁見てみっかということで、今回お伝えできたらいいなと思っております。このチャンネルではアクアリウムに役立つコスパのいい CM を情報やす。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。こちらが半年前に立ち上げたブセリウムです。この水槽の特徴は何といってもメンテナンスフリーだということです。水槽の水替えいたしません。水槽の苔掃除いたしません。液肥の添加いたしません。水の継ぎ足しいたします。2時間に1回3分間だけシャワリングシステムが発動します。ヒーターマットで25度程度に温められたお水を水槽全体に行き渡らすことができます。そしてラップで完全に密封します。こうすることで温かいお水で水槽内が満たされ、湿度は 100% 近くになります。こういった環境では好気性のカビ菌は発生しづらく、カビ防止効果があります。こうして水の循環する腐らないカビないパルダリウム水槽の完成です。ここでメルカリで買ったバラバラのブセファランドラの残骸を6ヶ月育成、元井、放置しました。まずは全体の様子をお伝えします。もうお気づきの方もいらっしゃると思います。パッと見るとでかい草が生えています。こんなの生えてなかったよねと思った方、以前の動画をよく見ていただいてありがとうございます。はい、後から植えました。これは5ヶ月前に Twitter のヤスピーさんからいただいたベゴニアピピンナティフィダです。めちゃくちゃ伸びてきました。茎の色は真っ赤に、葉はビンビカビンの元気いっぱいです。僕の想像よりはるかに成長速度が速いので、草をいただいたフォロワーさんに聞いてみたところ、ベゴニアピピンナティフィダにとってかなり環境が良かったそうです。パルダリウム用の草なので、水中や乾燥した水上では育てられないそうです。もうこの水槽では窮屈そうです。引っ越し先が必要そうです。さて、ではブセの方はどうかなということで見ていきましょう。こちらが6ヶ月間管理した結果です。美しい。今回植えたブセは小さな株が多いです。メルカリで買ったバラバラの芋のブセなので、サイズはノーマルサイズより二回りくらい小さいです。最初の2ヶ月はあまり伸びや成長は見られず、わずかに新芽がちょこちょこっと生える程度でした。ようやく成長の兆しが見えてきたのが3ヶ月目です。ちょこちょこ生えてた新芽が1枚の葉となりだしました。現在は6ヶ月経ちまして、茎の長さが伸びてきたり、葉っぱが大きくなり始めました。色は少し濃くなった感じがします。ラメ感がだいぶ出てきました。ほとんどの株にラメのある葉っぱが見られます。新芽は赤が多いように見えます。とても綺麗です。めっちゃ綺麗。ソイルの上ではわずかに散ったウィローモスが伸びまくってます。
この6ヶ月間の間にしたことは、1回水を足しました。あとプレゼントしてもらったベゴニアを植えました。それだけです。何にもしないでこんだけ育つんですから、めっちゃ楽ですよね。もう少し水槽全体を詳しく観察していきましょう。ソイルの潰れはありません。あまり水が当たらない部分もカビは生えていません。水は透き通っていて濁りはありません。底面の上げ底部分にはわずかに砂っぽい沈殿物は溜まっています。ですが溶岩石とボタニカルソイルの層はきっちりと分かれています。モーターの部分もソイルの流出や潰れた泥が侵入していることはありませんでした。この水槽で使っているボタニカルソイルは崩れづらく、洗って何度でも使えるソイルです。栄養も含まれているので、ブセファランドラのようなあまり伸びない草では追肥の必要はありません。ですので完全に密封してしまえばカビも生えづらく、水を足すだけで管理できます。お水は至ってとてもきれいです。濁りもなく微生物も見られます。湿度は 100% で温度は25度です。蓋を開けるともわっとした草と土の匂いがします。ヒーターはこれを使っています。ヒーターマット 5W 110V ジャパンプラグ対応のサイズは 14×15 センチ。ちなみに 7W110V のものもあります。サイズは 15×28 センチ。爬虫類やパルダリウム用にぴったりです。使っているライトはアクアフレア UVA-S450RGB。1320ルーメンある UVA がついた RGB ライトです。出力と点灯時間はこんな感じです。2時間に1回3分間の底面循環シャワリングシステムが発動します。水槽全体に水しぶきがかかるように溶岩石を配置しています。ですが現在はベゴニアの成長がものすごくて、水のかからない岩の上のニューラージパールグラスは栄養不足になっていそうです。それに LED の光はベゴニアにより遮られ、ブセは日陰になっています。これが自然ですよね。一応光の量を日陰にならない程で調整しているので、そろそろベゴニアのトリミングをした方が良さそうです。これで光を強めてしまうと逆にベゴニアが枯れちゃうんですよね。なのでブセに光を与えるためにベゴニアのトリミングが必要です。とはいえ今の状態でも非常にブセは状態がいいです。葉っぱもツヤがあります。湿度 100% なので常に湿った感じがします。ほとんどの葉っぱにラメが乗っていました。これ株的に当たりじゃね？すべてのブセが生き生きとし、これからの成長を期待させてくれます。すっかりこの環境に馴染んでくれたようです。一部を除いては。かりんとう。このエリアはすでにかりんとうと化していたかりんとう育成ゾーンです。このゾーンのブセはほぼ茎のみで茶色く腐りかけたものでした。彼らは生涯をかりんとうとして過ごしました。この場所に置かれたブセファランドラたちはかりんとうになることに誇りを持ってその定めを受け入れているかのようでした。消えていった彼らはこの水槽の養分、糧となることでしょう。そして彼らの意志は後世来世へと伝承されていきます。かりんとうとして生まれてきてよかった。来世もかりんとうでありたい。そう言ってました。多分。そんな彼らの屍を糧に育っているこの子たちをちょっと眺めていきましょう。このブセ、ブラックなツヤ感いいですよね。新芽の赤いのもいいですね。小さい葉っぱのブセだけど力強さを感じます。茎が赤いのはほとんど葉っぱにラメが乗ってます。ウェーブも素敵です。LED ライトの UVA がツヤ感を増させてる感じがします。大きなウェーブのブセも最高です。しっ
かり株感も大きくなって成長を感じます。このやり方でメルカリで買った状態の悪いブセも枯れずに維持できました。もう半年もすればさらに大きく育っていることでしょう。またこの状態で水中に入れてもすぐに馴染んでくれます。湿度 100% で育成することで水上と水中の半分ずつ半水上用として育成できます。水中に入れても環境の変化による溶けが起きづらくなっています。今回のブセ育成も無事成功しました。水上で育ったブセをいきなり水中に入れると環境の変化で溶けちゃうこともあります。このブセ育成水槽はそのつなぎとして最高です。水中で育ったブセでもこの水槽で何ヶ月か維持することで次に水中に入れた時に溶けづらくなります。この1年半で2個のブセファランドラ育成水槽を作りました。2つともあまり状態の良くないブセファランドラを植えたものでしたが、立派な株へと育てることができました。ブセは難しいという印象があったのですが、自信を持つことができました。僕でもブセを管理できる、そう思いました。というわけでまとめると、ブセの管理維持はそこまで難しくない。しかしかりんとうから復活させることは難しい。そんなところです。